ラベルとかドビュッシーの話の時に響きっていうおはい。話がありましたよはい。ね。で、あれはその、和音の響きおっしゃうん。ったのは、はい。よく私たちは、響きっていうと、うん。残響の話、時はい。間的に音がええ。こう響きが残る。ええ。決してその響きだけではないですよね。そのはい。どういううこん。う、音が混ざった時えのこうえ。全体の、ええ。これ、うん。音色みたいな捉え方をえ、しても大丈夫なんですかね？そのそうでその和すね。え音によっえ。うんてうん。こう感じる音はい。のこええ。ええ。そうです。多分切っても切り離せなう、いと思うんですええ。ね、今おっしゃった。それで、やっぱりピアノ演奏っていうのも自分で響きを作はい、るタッチによって、はい。まあ、もうちょっといいタッチだったらいい音が鳴るんじゃないかうん。っていうことと、あとグランドピアノの場合にやっぱり中でこう響きが立ちはい。上ってきますよね。それでもちろんそれが置かれてる場所によってうん。残響のかかり方がうん。変わっうん。て、で、まあ、気持ちのいいところと、まあ、あんまりそう感じられない場はい。所はもちろんあるんですが、ラベルの場合は本当に自宅ですから、あんまりこう、そういういい部屋なりははい。なかったんですが、まあ、それでもグランドピアノだったので、まあ、その和音を鳴らした時うん。に、まあ、一瞬こう鳴らしただけでも立ち上ってくるって感はい、じがしたんはい。ですね。で、それは多分もちろんラベルがどういう配置でこうね、コードを作ったかはい。っていうことにもちろん大きくって、はい。で、それがなんかとてもこの作曲家は鳴るなっていう鳴るあなって変なあ、話なんですけど、よくわかります。はい。例えばベートーベンのこの三和音の鳴らしうん、方と、うん、まあ、ラベルの鳴らうん、し方、あとショうん、パンの鳴らうん、し方、全部違うん、って、うん、で、やっぱりこう和音の配置によって、うん。こう立ち上ってくるんですね。どんな場所でも響きえがね。え。で、それにさらに空間の、まあ、本番のホールなんかだと、ようん、りこう気持ちのいいうん、響きがうん、来るんですが、うん、それの以前のところで、まあ、すうん、でにこう楽器の中で鳴るっていうんですかね、そうん。ういう響きがありました。はい、そのま、一番。ピアノ自体、うん、そうですよね。そうですね。こう、ほんとに強大な、えとこえ、に弦が張ってあっはい。て、反射え、板もあっえて、えええ、響いてるんですよね。そうなんですよま、ね。人の声もええ。響きですよね、そういう意味ではそうですよですね。ね。あとペダルをすごはい。くこうね、こだわって教えていただいたこともあって、ペダルでこう残響をコントロールするのがすはい。ごく好きだったんですけども、うん。ま、それでこういろいろ試したりとかうん。できるんですね、うん。グランドピアうん。ノだと。で、そこでこう試しにその響きの中に自分が入るようにしてうん。弾いてみようみたいうん。なことをうん。試した時に、ま、それがとても気持ちよくできる作曲うん。家と、ま、あまり響かないと言ったらなんでうん。すけど、そういう作曲家がいました。はい。先ほど、ま譜面で、ええ、音楽を作っていく、うん、経験と、うん、それからラジオフランスで、はい、もう譜面によらず、はい、音だけで、うん、こう、どうえ音え、楽を作っていく。はい、これははい、やっぱり、作業としてはええ、だいぶ違うことになるんですか？違いますね。はい。そうです。自分としましては、本当にもともと音が好きで録音するのもすでに自分でやっていはい。たので、かなりそういう抵抗はないと思ったんですが、うん。自分で作品を作る、そして、1週間後に発はい。表するとか言われた時に、やっぱりこう身構えてしまうというん。うか、で、それまではやっぱりコンポジションというと、まあ、五線紙にこうはい。しっかり書いて、それで構成も考えて、うん。そして演奏家に渡してリハーサルをして作っうん。ていくっていうことが、やっぱり自分のメインの作ええ。曲だったので、まあ、その時にやはりピッチをコントロールできなはい。いとか、リズムを自分でコントロールできうん。ないとか、そういうこと不自由さを感じうん。た時に、一体どうやって曲が作れるんだうん。ろうっていう、うん。まだそこでは多分音とか音響の前に曲を作らなきゃってはい。思ってたので、すごく難しいと思っはい。て、それで水滴の音っていうのはかなりピッチがありますよね。はい。引き伸ばしてこう低くするとうん。ほとんど木魚のよううん。な音にうん。なったりしますので、で、水滴を偶然落としたら、長く取ったら、ある部分切ると、うん。フレーズにちゃんとはい。聞こえるんですよ。それで、あ、これを手がかりにしうん。ようと。今から思うと、自分的にはやっぱりピッチをコントロールできるうん。楽器うん。がないと、一うん。つでもないと、ちょっうん。と自分の曲が作れなかったんじゃないかうん。なとうん。思います。うん。ただ、その時にやっぱりこう講習ですからいろいろ言っていただくはい。時に、やっぱりそうではないんだって、もっとね、音の質感ですか、うん。もっと音そのものを聞いて、うん。音から発想してくだうん。さいって言ってね。それで、
まあ、いわゆる音楽っていうそれを枠をね、一旦外してくだうさいってん、いうふうにうん、言われるんですけれども、そこが一番最初の時にはやはりちょっと難しかったうん。それはです。ピッチといううん。ことに縛られるっていうことなんですかね。ピピッチはでも必要なわけですよね。そうですね。あの、はい。それは5センチにかけるピッチとはい、また別にこうピッチ感っていうはい。のはありますよね。で、それはまあちょっとこう低い重量感のあるうん、音であったりとか、まあ、それをこうどう組み合わせていこううん、かっていうことはもう十分できるうん、ことですし、うん。配置によってまあ間を作ったりはい。こう関係性作っていくと、まあ、十分そこで音楽的なというか、うん、まあそういうものもできますから、うん、必ずしもピッチではないんだなとうん。今は思はい、えます。ただ、その時にはなんかこうモチーフっていうんではい、すかね、まだちょっと古典的になってしはい。まうんですけども、何らかのモチーフがあって、それをバリエーションしてっていううん、風にして、ちょっとこう作り始めたうん。んまあ、です。比較的古ええ、典的なあれそうですですかね。そうです。モチーフがあって、それからそうなんでバリエーションしすよね。て音楽を作っていくはい。っていう。はい。今日こうやってお話を聞いて、いる一つの目的はい。は、先ほど空間という話もあっはい。たし、それから響きっていう話もあったし、ピッチというはい。話もあったし、純粋にこう音響技術的に言うと、はい。音色っていう言葉があって、はい。で、教科書に、はい。音色の定義って書いてあるんではい。すけど、はい。その私たちが聞く音の印象から、はい。まずピッチ、はい。音の高さを外してください。はい。で、その次にうん。音の大きさ、はい。音楽でいうとダイナミックスですかね。はい。これを外してくださいと。はい。これがはい。ないものが音色って定義されあているんですあ、はね。い。で、イヤホンとかヘッドホンとかスピーカーとかで、いろんな形で音楽を聴かれてる、あるいはもちろん生演奏を聴かれてるっていう中で、この音色といううん。言葉を言っても、うん。とてもこう伝わりにくいっああ、はて、音い。色って何ですかっはい。ていはい。うことうになるんですん。ね。はい。確かにうん。すごく漠然としてるわそうですけですね。ピッチね。言ったらはあ。とてもよくわかええ、る。そうで、ですね。音の大きさって言うったら大きいん。小さい。じええゃあ音色っええて大きいとか小さいとかええ。ないし、ええ。先ほどあった響きもやっぱり音色の一部かもしれええないし、ええええ。時間的な変化もそうかはい。もしれないし、ええ。だから音色って何なんでしょうみたいなこともはい。少しええ。理解をしたくて、はい。いろいろえ作曲をえ。やられたり作はい。品を作られてる立場から、はい。じゃあ音色ってうーこういうことん。なんでしょうかねみたえいなことえ。もちょっとお伺いしたいとはい。思いつつ、あとはい。もう一つ出てきたうんうん。のが空間ですよはい。ね。で、教科書には空間という実はそこには乗っかってないんですけはい。ど、私個人的にはその、音の大きさとピッチと音色とうん。空間というのを私たちはこう感じていえて、え。でもうん。空間もはい。じゃあ音色と全く無縁かって言ってええ。はそうではないと思うんではい。すけど、その音色というものをうん。どういうふうにうん。捉えていらっしゃるか、ちょっとすごくはい。漠然としたはい。話なんですはい。けど、え、そのあたりどうですか？ですね。音楽のジャンルによっても、違うと思うんですが、今ちょうど、ここの大学で、授業をしてはい。いる時に、アンビエントミュージックっていう話をこう出したんですね。そして、アンビエントミュージックっていうのは、その空間の、雰囲気をこう一番重視する。それを音響によってこう変えていく音楽で、囚われているこうリズムとか、それこそそのいわゆるメロディーとかうん、リズムとか拍節とか、そういうことよりも、テクスチャーうん、ですよね。うん、音の手触り感というか、であったりとか、音色のコントロールが一番重視さうん、れる音楽ですよっていうふうに、ちょっと説明と言いうん、ますか、そういうふうに。そしてこう、それの参考の曲をうん、聴いてもらったりうん、するんでうん、すね。で、その時に、すごくそういうふうに言っても、生徒さんによっては、すごくそう本当わかるわかるっていう生徒さんと、ちょっとテクスチャーって言って、音にテクスチャーがあるっていううん、ので、
手触り感あるよねって言っても、うん。首をひねってしまう学生うん。さんもいるんですね。それで例えば、布地のテクスチャーもはい。あるよね。つるっとしたのもあるし、ちょっと光沢があったりとか、ザラッとしてるとか、それは目で見ても確認できるけど、触って確認するように、音も聞いた時にその、質感ってありうん。ますよねなんて言って、で、言葉で言ってもわからないので、音楽をこうかけると、そうすると、確かにこれってこうちょっと丸いふわっとしたうん。感じうん。だなって、こう、なんてことのないメジャーコードだったとしうん。ても、鳴らし方によってこうん。うなるし、うん。それを、イコライザーとかでうん。変えたりとか、ちょっとざらつかせてみよううん。かとかうん。ってやっていくと、耳で聞くと、確かに変わりますねっていうふううん。に言うんですよね。で、今一番やってるところで言うと、やっぱりこう音色っていうのはすごく重要なうん。パラメータとうん。いうか、まずそこがもうピッチ以上に先に来るぐらい、うん。こうあると思うんですね。うん。それで、その音色のテイストがあってこそ、そこにどんな空間付けをしていくか、その同じ音色でも、うん。置く空間によって変わっていくうん。んですけど、音そのものがやっぱりその特徴を表しているものが音色ではないかうん。なというふうに、ちょっと作る側としてはい。は思っていますね。テクスチャーってええ、最近私の周りのはい。イヤホンとかヘッえドホンとえ、かを聞いたり、はい。あるいはそれをこう設計してるうん。人たちが比較的よくええ、使うようになってきましたよね。ですか、で、はい。でもテクスチャーって難え、しいですよね。難しいですよね。うん。確かにう音をん。聞いて、うあ、ん。これがテクスチャーだというとうん。こうイメージはしやすいんですえけど、え、ある人がテクスチャーって言ってる、そのええ、テクスチャーをええ、理解するっていうのがすごく、え難しいっえ、て音がそうはい。ですよね。ええ、言葉で言ってもうなかなかん。通じないってえいうところえ、えが、え。でもそれが魅力なのかもしれないですけど、そうですよえーね。はい。作品を作られたり演奏されていく中で、はい。もちろん一体的全部一体化されているので、ええ。その時間的な変化がどうだとか空間がどうだとかこう分離してええ。多分語ることは難しいとは思うんですけど、はい。その重要な要素はい。としてははい。どういうふうにうん。捉えたらいいんですかね。うん。少しなんていうんですか、音のイメージとしえてえ。お話しいただくとこうどういう要素が組み合わさってうん。宮城さんの世界ができていくのか。うーん。そうですね。なかなかやっぱり分離して考えないので、すごく改めてこう言葉にするのがちょっはい。と難しかったりはするんですが、うーん、私の場合はなんですけど、アコースティック楽器で、大学で作曲家で、現代音楽を作ってた時もそうなんですけど、常にやっぱり音を発送する時っていうのは、空間に鳴らした時のことを考うん。えていたんですね。うん。で、それは五線紙には書くんですけど、うん。五線紙上でこう緻密に考えるというよりは、まず頭の中で、どんな空間で、距離で、はい。そしてこのアンサンブル、この楽器とこの楽器をこういう配置にしたら、こうなって面白いはい。んじゃないかとか、まずは距離的にはその空はい。間のことですね。で、あとはもう音色ですよね。はい。こう合わさった時にどんな音色になるかうん。なということ。で、もちろんその時間の流れっていう意味では、例えばバイオリンソロとかはい。サクソフォンソロも書いたことがあるんですが、その時にはやはり横の流れはうん。当然で、それはピッチに関わるうん。ことなんですけれども、ある一つの音がどんな音色でテクスチャーでなるかっていうことはまず一番重要で、うん。そこを考えた後には、今度それが音程ですよね。インターバルで一つの音が別の高さに変わっはい。た時に、なぜかすごくこうそれは調整音楽であろうと何であろうと、心が動くとはい。言いますか。で、それはすごく映画の音うん。楽なんかもそういうところがあると思うんですね。で、それは調整音楽の場合には調整の、一つの大きな、調整下の中はい。での
ハーモニーがあってはい。っていうことですが、まあ、そういうことを取り払って、自分はもうちょっとそこに自由になって、ピッチが変化する、音うん。程が変わった時に、なぜか心が動くっはい。ていうね、すごくまずは自分的に、あ、この音程で、この音色で、この音程で動いてくれると、すごく自分の心も動く。はい。で、そしたらその音はちょっと揺れてみるのうん。かどうかっていうことで、だんだんそうしますと、それが、まあ、大きな意味でのメロディーにはい。なっていくわけですよね。で、その時のメロディーっていうのは、決して五線紙でこう何拍子でっていうところの縛りだと、ちょっと窮屈なうん。感じがしまして、まあ、グレゴリアンチャントではないですはい。けど、ある響きのあるところで1音鳴らして、それがピッチが変わってうん。揺れて、そしてだんだんそれが自然にメロディーになっていうん。くみたいなイメージで、ソロ楽器の時には作っていました。はい。で、それにライブエレクトロニクスで、まあ、実際ちょっとそこにこう音を加えてみたいっていうことで加えることもあるんですけど、基本的にやっぱり核となるのは、その時間的なピッチの変化はい。による、まあ、広い意味でのメロディはい。ーですね。で、メロディーはそのミュージックコンクレートとかそういうピッチがはっきりしない音の時にも、実はメロディー感ってあるはい。と思っていまして、で、それはやっぱり時間の流れがないとうん。表現できないこと、すごく短い時間のうん。流れでもありまして、それは私的にはとても重要にしています。やっぱり音が変はい。化するっていうことですね。ですから、ちょっと分けられないんですが、1音鳴っただけでもそこにこう1うん。音の音色と響きがあって、まあ、それが魅力的でないと、次に行きたいとそいうふうにうですね。思えないうん。ですよね。で、そこは重要、縦のその響きと、これがどのように流れていっうん。て、まあ、空間の中を泳いでいくっていうんええ。じゃないですけども、その軌跡ですね、うん。を描いていく軌跡っていうものが、まあ、一つの時間の流れを作っうん。て、まあ、それが音楽として捉えられるうん。としたら、まあ、そこが自分的には一番重要うん。にしているうん。ものです。今、一つの音がはい。鳴ると、はい。そこに空間ができて、はい。で、そこから多分音楽がうん。できていくっていうおはい。話がありましたけど、はい。その、えー光、例えば絵画ありまはい。すよね。はい。もうこう一枚のえ絵。えええ。で、あれは時間的な流れはええ。ないですはい。よね。でもええ。先ほどあったその最近のその光を使ったはい。そのインスタレーションっていうんですか、ええ。ええ。こ時間的な流れを今は作れるようになりましたよね。はい。そのこれええ。も技術のおかげだとはい。思いますけど、ええ。そのあたりその空間と音と時間とあるいはその光あるいはい。は映像との兼ね合いみたいなところええ。はどういうふうに捉えられてますか？あ、そうですね。光と音ってとてもこう、私はちょっと音を聞くと光を感じる、まあ、もうちょっと比喩になるんはい。ですけど、一音聞くとなんかそれが光のようだなと。まあ、触れないんだけれども、まあ、空間にこう残っていくっていう。で、私タイトルに残像ってつけはい。てるのが結構多いんですが、やっぱり録音した音は特にそうなんですけど、録音した時と鳴らしてる時と時間がずれてうん。まして、今聞いてる音はもうすでにもう今鳴ってない音はい。がそこにあって、間近のまあ、音の痕跡うん。みたいのがそこにあって、まあ、ある意味はそれは痕跡、残像を見てうん。るんだなっていうこともありますし、あとは音を鳴らすと音は触れないんですうん。けれども、その空間がちょっと変化しますよはい。ね。そうするとその変化した空間こそがその音なのかなと思って、そしてそれを、まあ、空間を変えていくきっうん。かけのようにして音を鳴らすのかなとふうに今思いましはい。た。で、光のインスタレーションの作家さんがおっしゃってた、やっぱりこうオブジェを見せたいのではなくて、まあ、空間を見せたくうん。て、で、まあ、網膜に残る残像を見せたいって言ってたんですけども、まあ、そういう意味では音もやはり鳴った後に、まあ、頭の中で記憶はい。で鳴る、空間に残ってるかもしれないとか、そういう意味では鳴った音の瞬間というよりは、まあ、そこに残ってるうん。もの、そうすると残された空はい。間があるということがとても重要かなと思いました。